はい、哲也です。今日はね、バイデン政権中国人留学生500名入国拒否というテーマでお話してみたいと思います。つい最近までバイデン政権になったら米中対立は少し緩和の方向に向かうのではないかという見方がありましたけれども、実際にはどうなんでしょうかね。ブリンケン国務長官はポンペイオ前国務長官の政策を踏襲し、特に人権問題では厳しい姿勢を貫いていますね。また台湾を守る姿勢にも大きな変化は見られないようです。米中対立の天王山といえば何といっても先端的な科学技術分野における覇権争奪戦ですね。中国はこれまで米国の有名大学に大量の有能な学生を送り込んだり、あるいは米国の先端企業に社員を潜入させたりして米国の先端技術を獲得してきました。もちろん普通に学んで身につけた知識や技能を使って先端技術を自国で開花させる分には文句は言えないところなんですけどね。問題なのはいわゆる先端技術の窃盗と言われる行為なんですね。米国はトランプ政権時代からこの中国による米国の先端技術の窃盗の問題を重視するようになり、いくつかの対策を打ってきました。トランプ前大統領は2020年5月29日、米国の大学や研究機関で学ぶ研究者や学生を通じて中国が米国の技術を窃盗しているとして、中華人民共和国からの特定の学生と研究者の入国を停止すると宣言しました。これにより米国大統領は米国の利益に悪影響を及ぼすとみられる米国以外の外国人の入国を拒否する権限が与えられたと言われているんですね。先端技術を制する国が経済を制し、やがて軍事を制するようになるわけですから、米国大統領の責任は重大なんですね。そしてこの宣言はそのままであればバイデン大統領にも引き継がれることになります。しかしバイデン大統領は4月27日、トランプ政権とは全く異なり、今年の秋に米国に留学する中国人やその他の国の学生に対するビザ制限を緩和すると発表したんですね。って感じですよね。この発表を耳にした僕は、やっぱりバイデン政権は中国寄りなんだな。科学技術面で米国は遅かれ早かれ中国に抜かれるのかな、もはや時間の問題か、大丈夫かな、なんて思っていたんですね。しかしね、ここに来て実態はそうでもないようなんですね。7月7日、中国国営紙の中国日報、チャイナデイリーですね。その中国日報が STEM、これサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティクス、科学、技術、工学、数学ですね。その STEM と言われている分野ですね、を専攻している少なくとも500人以上のね、中国人学生が米国移民国籍法第212条 F と大統領宣言の規定に違反したことを理由に米国大使館と領事館によってビザを拒否されたと報じたんですね。僕はこの情報をこの記事から得たので、今回はこの記事内容をベースにお話ししてみたいと思います。中国日報、つまりチャイナデイリーによると、ビザ申請者はハーバード大学、イェール大学、カリフォルニア大学、バークレー校、マサチューセッツ工科大学、ジョンズ・ホプキンス大学などアメリカの名だたる大学に受け入れられている大学院生で、米国で博士号または修士号を取得しています。そのほとんどが工学、コンピューターサイエンス、機械科学、材料科学、生物医学、その他の科学プログラムで学んでいるということなんですね。ビザ申請が却下された後、500人以上の中国の STEM の学生が中国のソーシャルメディアにアップした手紙に署名し、これ共同署名ですね。共同署名し、米国政府に中国の学生に対するいわゆる差別と抑圧を解決するよう求めたんです。また、この報道を受けて中国のみんな大好き、趙立堅報道官は、みんな大好きでしょ7月6日の記者会見で、中国外務省は米国政府の中国人留学生へのビザ拒絶問題に関して深刻な懸念を表明し、
米国政府に厳重な抗議を行ったと述べました。このニュースはまた中国のソーシャルメディアで熱い議論を引き起こし、一部のネチズン、つまりネット民は、これらの学生はすべて国防セブンと呼ばれる7つの中国の有名大学を卒業した学生だと指摘しています。国防セブンとは、実は中国人民解放軍と非常につながりの深い大学のことを意味し、軍事技術に転用できる先端技術を精力的に研究している大学のことを指しているんですね。具体的に言うとね、北京航空航天大学、北京工科大学、ハルビン工科大学、ハルビン工程大学、最北工科大学、南京科学技術大学、北京郵電大学の名前が挙がっています。対照的にですね、有名な清華大学とかね、清華大学多分習近平さんが卒業した大学でしたかね。清華大学や北京大学などの著名な非軍事関連大学の卒業生の多くは、米国で学ぶためのビザを取得できたと言われているんですね。しかし国防セブンと言われる大学が人民解放軍と密接なつながりを持っているためにね、そうした大学の出身者は米国の大学や企業等で先端技術の窃盗に関与する疑いがあると見られているんですね。この点、米国連邦捜査局、つまり FBI のクリストファー・レイ長官は、上院の公聴会で中国の学術スパイが科学技術を盗み、米国社会に脅威を与えるべく、米国のあらゆる地域に侵入していると警告したんです。また、元 CIA 職員のジョー・オーグスティン氏も CCP の情報機関が中国の学生の一部を米国の大学や企業に送り込んで経済スパイ活動を行っており、米国の大学のキャンパスでスパイとして働く中国人学生のリクルーティング、募集も行っていると指摘しています。そうした懸念があるからこそね、今回500人以上に上る中国人留学生に対するビザが下りなかったわけですね。しかし中国のステム学生の実際の数はその数倍に上っており、今回の手紙に共同署名しなかった何千人ものね、学生がいるはずだという噂がね、ネット上で飛び交っているとのことなんですね。いずれにしても米国政府はスパイ活動や知的財産の窃盗を実行するために、一部の中国国民が学生や従業員として入国することを非常に懸念しているんです。今年5月、父親がね、中国でセキュリティ関係の仕事をしていることを理由に、ある中国人学生のビザの申請がですね、米国大使館によって却下されました。さらにその後、米国大使館はブリンケン国務長官の指示を受け、CCP 政権による人権侵害や他国への侵入等により、中国移民局国家安全保障省などの現役職員やその配偶者や子どもたちらにも、ビザの発行を停止する決定を下したということなんですね。このように今米国はバイデン政権の下でさえね、中国にね、甘いと言われたバイデン政権の下でさえ中国への警戒がね、まるでですね、戦争前夜とも思えるほど非常に強まっているんですね。では翻って我が日本の政界は今回のこのような動きに対してどう考え、どう警戒し、どう動こうとしているのでしょうか。米国の大学に入れなかった今回の留学生のごく一部でしょうけどね、日本の大学や研究機関や企業に来ることも予想されるわけですけれども、どのように対応するつもりなんでしょうかね。優秀な学生にはぜひ多額の奨学金を払ってでも来てもらおうって感じなんでしょうか。この点ね、万年お花畑の野党は言うに及ばず、自民党の二階に住むパンダハガラや公明党の動きを見ているとね、ちょっとね、心もとなくなりませんか。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。